皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の財閥企業の一角、LG 電子のスマートフォン事業が撤退もしくは売却されるだろうという報道が流れています。こうした韓国の企業が衰退していくということは、以前の動画の中で何回か触れてきましたが、その具体例が今回形となって現れたというわけです。ただし、私の動画ではそうした韓国企業の衰退だけで話が終わらないという部分については、後半にて解説を行っていきます。それでは、韓国 LG のスマートフォン事業部がどのような末路を迎えようとしているか、まずはニュースを見ていきましょう。LG 電子スマートフォン事業撤退売却を検討。LG 電子は6年にわたり赤字を計上しているスマートフォン事業から撤退する案を本格的に検討している。LG 電子関係者は20日、スマートフォン事業の現在と未来の競争力を冷静に判断し、最善の選択をすべき時期が来たというのが経営陣の意思だ。スマートフォンを担当する MC 事業部を縮小し、他の事業部門に編入させるか売却するなど、あらゆる可能性を検討していると述べた。アメリカ家電 IT 見本市の CES で好評だったローラブルフォンなど一部の高級スマートフォンだけを残す案、海外工場を売却する案などが検討されているという。これに先立ち、先週末から証券業界や IT 業界では LG 電子がスマートフォン事業から撤退するという噂が広がっていた。LG 電子の最高経営責任者は同日、従業員に電子メールを送り、MC 事業本部の事業運営方向がどう決まっても、原則的に構成員の雇用は維持されるので、不安に思う必要はないと呼びかけた。CEO が自ら重大な事業上の決定が差し迫っていることを示唆した格好だ。LG 電子のスマートフォン事業は2015年4から6月期から昨年10から12月期まで23四半期連続で営業赤字を計上している。昨年末までの累積赤字は5兆ウォン、日本円で4700億円に達する。LG 電子は2019年にスマートフォンの国内生産を全面中断し、ベトナムに工場を移転した。また、2017年に5000人いた従業員を昨年には3700人まで削減し、巻き返しを図ろうとした。しかし、高級スマートフォンが相次いで不振に終わり、世界シェアは 1% から 2% にまで落ち込んだ。なお、この記事では書かれていませんが、LG は過去の世界シェアが3位にまで上昇したことがあります。一時は世界的なヒット作で、LG グループに収益をもたらした携帯電話事業だが、スマートフォン時代に適応できず、お荷物に転落した格好だ。LG 電子の20日の株価は、前日比 12.8% 高の16万7000ウォンで引けた。この株価が上昇したというのは、投資家から見れば赤字を垂れ流すばかりの事業を続けていることに対する不満があり、この事業が売却されるということは、LG 電子にとってはプラスの材料だと判断されたわけです。皆さんもお気づきかとは思いますが、スマートフォンというものがもはや完成の域にあり、そのスマートフォンの進化がある程度とどまっているなという状況においては、いかにして安くするか、そして一部の企業だけがより先端的な技術を取り入れて多くの人気を得るということにとなります。高機能かもしくは低価格かというある意味二極化するわけです。そうした状況の中において韓国企業のサムスンはこれに対応は今のところできているわけですが、一方の LG はこの対応に失敗しました。高級機市場においては、ファーウェイ、サムスン、そしてアップルとの戦いに敗れ、一方で低価格競争においては中国メーカー各社に負けてしまったというわけです。ですから LG のスマートフォンというのはどこかパッとしないな中途半端なメーカー、ブランドだなというふうにして、そのシェアが落ち、赤字へと転落、そして黒字化する目処がもう立たないかもしれないという状況になっているわけです。ただ、LG の場合であれば、スマートフォン一本打法というわけではありません。LG には家電部門やもしくはディスプレイメーカーの面もあり、これによって LG のブランド力が通用する地域においては、例えばメキシコやブラジルなどでは市場シェア 10% 程度は保っているようです。また、最近においては、インドと中国との間に国境紛争があり軍事衝突がありました。この関係でインドにおいては中国メーカーの製品をボイコットすべきだという声が高まり、この時には韓国メーカーの販売シェアが伸びるといった現象などもありました。そのように突発的なイベントやもしくは地域性によってある程度のシェアが獲得できていたとしても、世界中で見れば
最初に述べたような上位機種で負け、そして低価格競争で負けといった形で赤字を垂れ流してしまう構図に陥っているわけです。ただ、このような赤字続きの状況の中で、なぜこのタイミングで LG がスマートフォン事業を売却かもしくは撤退するかといった判断を下そうとしているかといえば、もしかしたらこの事業について売却するめどが立つかもしれないという技術があるからです。それがこの記事の中で触れられていたローラブルフォンです。このローラブルフォンというのは、一体何の話かといえば、それは巻き取り型ディスプレイの話です。LG は家電部門やディスプレイ部門がありますよという話をしましたが、有機 EL ディスプレイパネルの製造においては世界的なメーカーです。そしてこの有機 EL パネルが折ったり曲げたり、そして巻き取りということができるような技術開発が行われてきました。しかし、なかなかこの技術というものはヒット商品を生み出すことができていません。例えば LG は自分たちの作った有機 EL が巻き取れますよというのを売りにして大型のテレビなどを売ろうとしたわけですが、別にテレビが巻き取れるからといってそこに魅力を感じる人が多いかといえばそういったことはありません。大きな柱に巻き付けるような形でのディスプレイなどは広告的には良いのですが、やはりそれも業務用の一部であって一般大衆向けの商品としての大ヒットは望めないのです。そういった技術をスマートフォンに応用してディスプレイを巻き取れるようにすれば、従来の折りたたみであったり、もしくは大画面にした平面ディスプレイよりももっと使い勝手が良いでしょという提案をしたわけです。こうした変わり種といった商品は、それこそ LG のようなパッとしない製品しか出せない企業にとってはいわば一発逆転を狙う商品としての価値があります。ですから事業全体としてはもう赤字続きでもう手の打ちようがないという状況でも、この一つの商品を売り込むことにより事業全体をなんとか少しでも価値あるものとして売れないだろうかというのを探るのに良い機会だと考えたのでしょう。ですからこのローラブルフォンというものが見本として展示され、商品化されるのか本当に販売されるのかよくわからないという状況のこの中において、 LG はスマートフォン事業部について売却するかもしれないという話がここで出てきたのです。しかし世界市場でもう敗れ去っているなというふうに見られている LG を一体どこが買うのか、その点についても解説を行いましょう。まず現在のスマートフォンの世界市場の戦いについて言及しなければならないことがあります。それは米中冷戦下における戦いにおいて、ファーウェイという世界トップ企業がこの地位が滑り落ちるところまで来ています。というのも、ファーウェイの作っている最新のスマートフォンには最新の半導体が使われていたわけですが、この最新の半導体を作っていたのが台湾の TSMC です。アメリカからの要請によって TSMC はファーウェイに対する半導体供給というものをストップしました。ですから現在のファーウェイというのは差し止められる前の注文で受け取った半導体でスマートフォンを作っている状態です。これが尽きれば最新のスマートフォンが作れなくなり、他のメーカーと同じような没個性的なスマートフォンに転落することとなります。ですから現在のように世界1、2位を争うようなスマートフォンメーカーとしての姿はもはや見られないと考えられています。そういった事情もあってファーウェイが没落し、それによって利益を得るメーカーがあります。それは同じ中国メーカーのシャオミです。中国メーカーのシャオミはこうした世界トップ1、2位を表していたファーウェイが販売台数が大幅に減るのに合わせて隙をついて販売台数を伸ばし、世界シェアが今後どんどんと伸びることが考えられます。こうしたメーカーにとって重要なのは需要に対して素早く対応する能力であり、今までよりもより多くの携帯電話を作ることが求められます。そういった意味においてゼロから作るよりも、こうしたすでに製造能力を持っているところから安値で購入することができれば、それはまさに発展の大きな助けとなります。しかも今回の LG の話というのはまさにそうした製造能力を伸ばしたいシャオミにとっては、ついでに巻き取りディスプレイの技術も買い付けられるかもしれないという意味で魅力的に映るかもしれません。また工場があるのも韓国ではなくベトナムというのも中国メーカーにとっては良いでしょう。韓国では非常に強い労働組合の問題があって、韓国の製造現場を持つということはそれによって多くの煩わしい問題を抱えることとなります。もちろんベトナムにはベトナムで別の問題はあるのですが、少なくとも韓国のような非常にうざったいような話というものはベトナムにはないわけです。そういった意味で中国メーカーのシャオミが韓国の LG からスマートフォン事業部を買い取るかもしれないというのは一つ有力な案だと私は思います。この話を聞いて、なんだ中国メーカーが伸びてくるんだったらそれを防ごうとする他のメーカーがあるはずだと考える方もおられるでしょう。
同じ韓国のスマートフォンメーカーであるサムスンはそうした意味においてはファーウェイと世界の1、2を争っている企業です。ですから中国メーカーの力が伸びるぐらいだったら自分たちで買い付けた方がいいと考える可能性はあります。ところがそのような判断が今下せる状況なのかといえばサムスンはそのような状況にはありません。というのも韓国における裁判においてサムスングループのリーダーがまさに裁判を受け有罪判決を受けました。この状況もあって今のサムスンというのは既存の事業を継続していくことそれ自体はそれぞれの事業責任者がいるので問題なく行えるのですが、そうした今ある事業の判断ではない企業買収といった話になればトップの意思は欠かせません。そういった意味においてトップが裁判で負けて有罪判決を受けたこの状況下でそのような難しいビジネス判断ができるか、そして実行できるかというのは大きな疑問です。ですから韓国のサムスンはそうした難しい判断が今できる状況ではないので中国メーカーが買う確率というのが非常に高いわけです。このように韓国メーカーの企業がだんだんと衰退していくという未来についてはこれまで何度となく私は解説してきました。そのことがまさに具体化した例として今回の話が出てきたわけですが、よくよく考えるまでもなくこうした話というのは韓国企業が衰退したとしてもその背後にある中国がさらに力を増すのであれば日本にとっての脅威というものは今まで以上に上がることを意味します。このような流れというのは別にスマートフォン市場だけの話ではありません。過去の半導体部門についての話でもそうですし、液晶ディスプレイやリチウムイオン電池、太陽光パネルなど様々なものが日本企業がまず開発や研究投資を行い、事業に乗せたと思ったらその後価格競争に韓国企業が参入して敗れ去り、それもまた中国企業によって席巻されるような形に陥るというのはこれまでも何度となく見てきた光景です。そうした意味においてスマートフォン部門というのは別に今から日本企業が追いかけるような部門ではすでにありません。ですがこうした一つ一つの産業が中国企業が奪っていくというこの構図それ自体は中国の国力が高まっていくことを意味しますから同時に脅威も高まることを意味します。そうした意味で日本が取るべき道というのはこれから伸びてくることが分かっている部門についての集中的な投資を積極的に政府が後押しすることです。それこそ今回は全くこの記事の中では出てきていない産業としては日本の自動車業界はトヨタが全固体電池の研究開発に非常に積極的に取り組んでいます。しかしこのような産業それ自体の命運を左右するような技術において一つ一つの民間企業だけに任せているという状況は非常に異様だと言えます。また自動車関連技術で言えば自動運転技術なども当然のように世界標準を目指して開発をしていかなければこれに遅れを取った場合日本の自動車産業というのはそれこそ全てのメーカーが下請けメーカーへと転落する可能性を秘めている問題です。このように今起こっている韓国企業の衰退というのはそれによって中国企業が台頭するといった構図を見せてくれています。そしてこうした状況を見ているだけではなくその後どのような構造変化が日本にもたらされるかといったところも考えて今の日本政府は経済政策を打ってほしいものです。話のスタート地点から話の終わりにおいては随分と話が飛躍したように思えるかもしれませんがそのような全体構造を理解するとよりこのような時事ニュースについても面白いと思えることでしょう。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。